ノスタルジックのじいさんが椅子に座ってもう死にそうな、息絶えそうですね。もうこういうショーの方が面白いわ。第12回日本最大級旧車のトレードショーノスタルジック 2day。 すげえよね。コスモスポーツかなんかが。ノスタルジックというよりもジジイどもの寄り合いに今から潜入だ。いきなりサニークーペだ。これうちのおふくろが乗ってたよ。サニーの1000デラックスクーペ。まだ俺はこの頃免許持ってなかったんだけれども、無免許で乗っかって電柱に激突したね。サイドブレーキ引いて。すごいな。これまだ俺小学校6年生の頃かな。これ S6 はまあ S8 か S8 がまあそうでもないんだけど、カペラがすごいです。これはカペラですね。またすごい車、チェリー X19、チェリー X1 ですね。これも俺は乗ってました。これも俺というよりうちのおふくろが乗ってた車です。これのクーペになったやつは俺は買いましたね。高校卒業して32万で買いました。これも1103。俺がジャフ戦に出たのは当時この1103全盛の頃にそっちのチェリー出てたんですね。その頃はプロドライバーなんていうのは夢のまた夢だったので、みんなアマチュアだったけどみんなすげえ速かったんだけどね。あの頃の選手どうしちゃったんだろう。S30Z ですね。なるほどなるほど。L 型チューン全盛期が俺の青春時代だったんでね。俺は L 型は乗んなかったけれども、いや本当にノスタルジックだわこれ。透明サニーなんだよお前。何でも悪いことしたの？坊主になってる。違いますよ。会社の金使い込んだ？だったらもうクビになってますよ。すごいよなんか。はいはい。なんかもう知らんぷりしてこようと思ったのもなんか知ってるやつばっかりでも困るわ。これは俺の青春時代のサニーだ。透明サニーといえばね。これ俺が見てた頃は鈴木誠一じゃなかったんだけども、高橋健二だったね。高橋健二が乗ってたんだよねこれね。今影山雅美が乗ってるんだね。これもまたねプリンススカイライン 54B っていうタイプですけれども、これがね6気筒でね、俺がやっぱ19ぐらいの時に欲しくて結局買えなかったけれども、当時ねなかなかもう車がなかったんだよね、球数がね。これは本当にね一番当時欲しかった車です。やべえシルビアだ。この車が10シルビアっつって
今のシルビアの原型モデルですね。これは俺が18の頃かっこよくてね、絶対買える車ではなかったけれども、素晴らしいこのレストア。うわー、このラジエーター昔よく修理したわ。かっこいいね。このシルビアの前でサムネ撮っちゃおうか。撮りましょうね、ここもうエンドレスだから全然よ。村田ちょっと村田こんにちは。これ乗らしてよ。あ、どうぞどうぞ座ってみてください。これ見てこれ。はい、これは周りは合皮ですけどフルレーダーで作りました本革シートです。社長のこだわりの。そのドラムの何それ。これはアルフィンドラムで、アルフィンドラムだね。アルミのブロックを削ったの。削り出して中にサイドブレーキの鉄のワイヤーを圧入して入れてます。しかしエンドレスってなんで無駄なもんばっかり金使ってもう車と女だけ金使う。いや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 、これ本当にでもレースクイーン何十人いるんだこのチームは。もうおかしいから頭が。ちょっととりあえず乗ってみる。はい、もう本当に板金すべて部品作ったり製作だけで800近くかかってる車でございます。はい、800万だってこれ。はい、車代別でだよ。800万だよこれ。すごいだろう。俺の青春代時代のシルビア。はい、もう全部だなこの良さ。内装も全部。俺もだいぶ忘れてたけどコビを板金ですね。素晴らしいねこれ。そうでしたらそこにいや欲しくなっちゃったこれ。流れがなんだかお前よ、このノスタルジックな雰囲気の中になんか場違いなブースがあるぞこれ。なんでこんな金かけちゃってよこいつ。あれこれもしかしてこれお前ニスモじゃねえかよ。なんでニスモこんなに金かけてる。こんなでかいブース借りて車1台しか乗ってねえって。なんだこれ。ああなるほどね。ヘリテージパーツね。バンパーとかこれねヘリテージを売ってますよっていう案内なんだな。あ、いた高山何これ。なんでこんなお前金かけてんだお前。周りと全然お前違うじゃねえかお前。庶民的な感覚が何すらないじゃん。どうなってんのこれ。色塗ってないじゃないですか。いや色塗ってないってこれパーツがお前ヘリテージってことなんだろ。さようでございます。こんなくだらねえトラスとかお前金かけちゃったお前。こんなに金かけんだったら俺に金かけろバカ野郎お前。もうどんだけ宣伝してると思ってんだお前。CA パーツがお前どんだけお前売れてお前なくなっちゃうぞお前 CA。 早く作れよ CA。 お前肺炎患者がお前救急車で運ばれてるところをお前タバコ吸いながらぼーっと見てるわけじゃねえだろうなお前。大丈夫？ここからも見えますよ。ここからも見えるの？海岸ですけど。みんなで写真撮ったんです。こういう人見えるの？けど止まってるのはうちの会社側なんで。お前さなんかお前それリアルすぎるよ会話がお前よ。やばくないかその会話。出ちゃうからなこれ。いつもの高山。そうされてますもんね全部今。すごいよ。ニスモも出てる。ノスタルジック。来年俺もニスモのこのブースに出ていい？一緒に俺のシルビア飾ってくれよお前。ここにスペース空いてるでし全然空いてるよ。ここでいいよ全然。すごいねこれね。そんなに。そういえば俺この間買ったもん GTR のヘリテージパーツ。ょ。ありがとうございます。なんでグリルないんだよ。グリル頑張ります。グリルこの間お前軽自動車がお前いきなりお前外側で急ブレーキ踏んでお前俺ローダーがお前前に出てきてグリル割れちゃったんだお前。ヤフオクでお前中古で25,000円で買ったお前。部品1個調べたらもう廃盤でないって言うから何やってんだよニスモって感じ。いいねノスタルジック万歳。
やべえよこれ。この 54B のあのヘルメットは見覚えあるぞ。これ生沢哲じゃんこれ。画家の息子ですげえ金持ちだった。うわーこのポルシェもこれ当時日本グランプリでワークス相手にこの人がどっかで買ってきた車なんだこれポルシェ。それでいきなりワークスを破って優勝しちゃったという。これすごいよねこれ。なんでこれガムテープ貼ってあるんだろう。うわーこの頃のねレーサーっていうのは芸能人並みにねモテモテだったんだよ。高原憲武とかね。誰だっけな、一人すげえいい男いたんだけど今思い出せねえわ。かっこいいねこれ。今見てもこのポルシェ当時のまんまなんだろうけどこれ古さを感じないねこれね。さあ次行ってみよう。出てきましたフェアレディ SR311 ですね。この車は俺が乗ってた車なんだけれどもね、これはハイトップタイプなんで43年以降のモデルなんだよね。43年からこれアメリカに輸出をしたんでガラスが高くなったんだよね。俺が乗ってたのは42年タイプっつってナローのガラスが低かったんだけれども懐かしいね。当時はこれ俺買ったんだよ。100万も出してな。はい出てきました510ブルーバード 3S。 これも俺は乗ってました。いいね。っていうかこれシルビアなんだよ。これ知ってるかみんな。これシルビアの2代目さ。これはうちの兄貴がおふくろに買ってもらった車ですねこれ。その前にマーク2を乗ってたんだけれども、なんでこの狭い中入ってくるかな。信号無視の車にぶつけられて全損になってその保証金で買ったんだよねこのシルビア。当時はこのデザインはね素晴らしい。なんだっけな、コピー忘れちゃったけどまあそういうことでオプションのブースがあるんだ。あれうわいたね。ノスタルジックの最たるもんがいたママいたよほら。ノスタルジックのじいさんが椅子に座ってもう死にそうな、息絶えそうですね。もう大丈夫かなこれ。もうスマホをいじる指も心なしかもう力がないですね。もうダメだなこれ早く。だって写真がないの？写真撮ってる？だってこれ撮ってたら写真大丈夫だよ。うちのママが写真撮ってほしいんだって。どうも何してんだよ。はい。ノスタルジックって言ったらだってもう俺とか大ちゃんの時代の人だろ。ノスタルジック超えてるよもう。もうだってもうほとんどもう看板これ足突っ込んでるようなもんじゃん。もう両足突っ込んでるよ。両足突っ込んでるよもう。形じゃねえよ。でなんでオプション、これオプションで出てんの？ディーズクラブ？ディーズクラブに出てるって言った時誰だこれ？これ左ハンドルだぞ。何これ？これがもう逆輸入ってことこれ？なんでこんなの持ってるの？
これからこれ旧車の世界だろ。もう年相応に旧車っていうかもう人間が旧車だからもう。まあ俺も人のこと言えないんだけど。どこにもそさないから。しかしここすごいねこれ。こういうショーの方が面白いわ。こっちがねのんびりできるの。のんびりゆったり時代がゆったりに流れてるから。本当。おじさんはもうやっぱりギラギラしてるから。でもゆったりと時計流れる。これは最高だわ。車もだからのんびりしてるし。だってそこに陸沢鉄のポルシェとかなんで置いてあるのあれ。すごいよこれ誰がやってるの。ゲーム車。え？ゲーム車。芸文社？ノスタルジックカーとかあれになってる。旧車関係とか。昔はヤングオートですよ。昔は。これヤングオートなの？昔はね、ゲーム車といえばヤングオート。今やもうノスタルジックカー。属車をやってたと。だから共通だ。これ属車の。これじゃあ全部不良の集まりね。それは10年間もあんたもまあそうだけどね。そうだけどね。ね。でもそこになんかニスモとかさ場違いなやつが来てるから。もうね、新車の世界ダメだ。旧車の世界でみんな来るのよ。これはもう中田ちゃんのジャパンだよ。中田ちゃんの。俺ジャパン俺の。なんであのチビがいるの？中田ちゃんの。何あのチビ？中田ちゃんの。この似てんなと。なんでお前がここにいるんだから。なんでお前みたいな小学生がここ。ビデオオプションじゃねえんだから。小学生がなんでここにいるんだお前。なんでお前が来るんだよ。無理だって言いたいよな。だって俺はもうノスタルジックの世界じゃん。年齢的に。年齢的にお前まだ小学生だもん。お前無理だろお前。ノスタルジックは。子供料金で入ってきた。っていうかジャパンもこれうちの兄貴が乗ってた車だよ。中ちゃん作ったのエンジン RB だよ。本当だ。中ちゃんも作った。最近彼は趣味に走ってるんだよ。そうすごいよ。相当儲かってすごい集める。趣味がちょっとお金になればいいかなっていうぐらいのスタンスですよ。そんな余裕があんのかよ。ちょっとスタンスです。いつの間にそんな余裕があんだ。何億も借金なくなっちゃったんだ。もうなくなった。あら。すごいわ。3号で相当稼いだんだ。なくなっちゃった。いや在庫整理しただけ。ああ棚に在庫整理上にあった部品をね。やつは何店番したいの？今ちょっと誰もいない長さ一人で。お前まさかトップシークレット来てるけどお前トップシークレット関係ないの？今トップシークレットの旧車分も任されてるから旧車分も任されてる。あだからサニーかなんか乗ってそう旧車分の部品取り外しだけ大ちゃんの車も今入ってる。取り外しだけ専門。自分で組み立てられないから外すだけ専門。綺麗に外すよ。外して磨いて。アジアンタイヤから052に入ったら1秒2も速くなる。そりゃそうだよ。そう素晴らしいわ俺。で我々でこうさ頑張って最後の最後にご褒美で横浜開くの。最初から入っちゃダメだ。そうだな。というわけで死に損ないのじいさんと久しぶりに会いました。死に損ないが一番頑張ってるんだからそこらの若いもんに負けねえよ。てかさマスクしても意味ねえからもうかかった時点で死んじゃうんだからもう、もう潔くマスク取れよ。結婚したらねついで自分の体を心配するようになりました。お前も同じだろ。結婚したの？お前も同じだろ。あの年で。そうだってもうまさかもう立たないでしょ。それは言っちゃいけない立たなかったらなんで結婚するんだよ。立たなかったら出ました。結婚する意味なんもないじゃ出ない。ました。素晴らしいです。生涯現役みたいね。というわけでした。はい。このワークスのオーバーフェンダーすごいね。水のワークス街道レーサー丸出しだね。昔ねホリデーオートっていう雑誌にオーマイ街道レーサーっていうコーナーがあって自分のこういう車を投稿するコーナーがあったんだけど
あれに出るのはね当時夢だったよね。俺もチェリーのワークス乗ってたんだけどね。いや懐かしいわこれ。さあ見てくださいこれ、サーキットの狼ロータスヨーロッパです。これはですね俺が19の時ですね、真剣に買おうと考えて220万してました当時。俺の当時の給料が8万円だったかな。8万円で220万だからね。結局これは買えなかったですけれども、この車高の低さ、 FRP ボディ、ライトウェイトスポーツのもう第一人者といって本当に憧れの車でした。そういうことで今日は本当にねこういうイベントなんてね俺知らなかったんだけども、初めて来たけれども、いやもうまさにノスタルジックです。俺も62歳ですからね、ジジイの部類に入ってますから、これ来年はなんか出店しちゃおうかななんて、そんな気まで出てきたノスタルジックカーショー、このロータスヨーロッパで締めにしようと思います。それでは皆さんまた来週。このバカさ丸出しのナンバーが稲田本当に呆れたじじいです。はいはい。